皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございます。2025年もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、2024年の12月31日なんですけれども、このトンネルはい、上高地にね来ております。今日はね、12月31日の最後の日なんですけれども、ちょっとソロで上高地の方に行って撮影に行っていきたいと思います。今日の工程としてはですね、ちょっと徳沢方面の方ですね。いつもはだいたい小梨平中心なんですけれども、大正駅から始まってもうちょっと先に足を伸ばして化粧柳とかそういった木々たちの姿をですね撮影していく予定です。今日かなり雪が降る予報なので、そういった荒々しい天気の中に生きる木々たちをですね、撮っていきたいというふうに思います。じゃあちょっとずつ明るくなってきたんでね、早速出発していきたいと思います。この日はとにかく目的地への到達を最優先し、途中の大正駅は寄らず進みます。少しずつ雪が舞い始め、風が強くなり始めました。グリーンシーズンには人であふれかえるこの場所も今日は空っぽです。冬季の上高地で特に好きなことがあります。それは風の音です。稜線を越えてきた風がものすごいスピードで降りてきて森の中を駆け抜けます。一人でいると時折その轟音から恐怖心が湧いてきますが、次第にそれが心地よさに変わっていきます。今小梨平までね来たんですけれども、かなりですね雪も強くなってきたし霧も濃いので、あんまりね向こう側の化粧柳がね見えないんですよね。でこっち側にもね化粧柳あるんですけれども、ちょっとこんな霧だとか光もあんまりないので赤みがよくわかんないんですけど、ちょっとこの化粧柳のね形ですかね、まとまって存在している時の形、なんかちょっとほうきみたいな感じなんですけど、それとねこの小梨平の綺麗な唐松の配列、そしてそこの近くに流れるね川ですね。で風が強くて雪庇がこの川に沿ってねできているので、その雪庇が分かるような感じで奥にずっと続いていくような感じで、ちょっとそんな感じのね、一枚を撮っていきたいなと思います。こんな感じで視界も不良なので、あんまり遠くにあるものは撮れないので、近くにあるものをですねちょっと見つけながら進んでいきたいなと思います。2週間くらい前にですね来た時は、結構綺麗なこの化粧柳がね見れたので、ちょっとそんな写真もこの後お見せしようかなとは思うんですけどね。ひとまずいい雪ですね楽しみながら進んでいきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。2週間ほど前に目にした化粧柳、赤い穂先は強風による地吹雪の中で炎のように揺れていました。雪を水平に飛ばすほどの強風は容赦なく木々たちを叩きつけます。暴れる雪と木々がまるで和紙の表面のような淡く美しい瞬間を見せてくれました。今ですね小梨平を出て40分ぐらい歩いてきたところなんですけれども、もうちょっとで明神橋にね着きます。で今こちら梓川沿いを見てるんですけれども、手前にね大きくそびえ立っているのが明神岳、ただちょっと全貌は見えないですね。でここで綺麗なのは化粧柳ですね。
猛吹雪の中に立ってる、赤い化粧柳がすごくねここ綺麗なので、ちょっとこの様子を撮っていきたいと思います。あとはね、この目の前の梓川は夏の時期に大雨で結構暴れ川ということでね、いろんな倒木を運んできているんですけれども、ちょうどその下にですね、化粧柳かな、倒木があるので、ちょっとその倒木とあとは化粧柳、そして川の様子、奥の山の、存在という感じでつなげていければなというふうに思います。本当にね厳しい世界ですね。すごい吹雪で真横に吹いている感じでね、でもこの横に吹きつけてる景色というかね、現象があるからこそね、この化粧柳がまたすごく綺麗に見えたりもしますので、ちょっとそういうところをですね撮っていきたいと思います。いや本当に素晴らしいですね。上高地はなんか景色もいいんですけど、音がすごくいいですね。風の音っていうのがものすごく感じられるというか、それがまた今日歩いててねすごく心地よかったところなんですけど、じゃあこちらをねちょっと撮ってもう少し進んでいきたいなと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。明神に着く頃、変わらず雪や風は強いままです。ここで行くかどうか今一度自身に問いかけた後、ゆっくりと足を進めました。ここから先はトレースも薄くなり、急斜面のトラバースが続き、雪崩による迂回など難儀な工程となりました。疲労の蓄積を感じながら余計なことを考えないよう無心で進み続けました。明神からですね約1時間弱歩いてきました。夏場だと1時間あれば普通に徳山に着いてしまうんですけれども、やっぱり積雪時はそう簡単にはいけないですね。いやーしんどい。もうちょっとなので頑張りたいと思うんですけど、ちょうどねこっちですね、ずっと梓川続いていて、横にかけて続いていく沢ですね。ここに非常に素晴らしい化粧柳がありますので、すごく赤くてね綺麗です。今若干雪がね収まって風はあるので地吹雪みたいにはなってるんですけれども、ちょっとその地吹雪みたいなものと合わせて撮りたいなとは思っていたので、あそこまでね行ってみたいと思います。本当に素晴らしいですね。若干後ろに明神岳が見えてきましたけど、いや冬のここの景色は見てみたかったのでね、すごいです。やっぱ風の存在が素晴らしい。よし、じゃあちょっと風を取りながらね進んでいきたいと思います。今ですねちょっと河原になりますね。その中にね生きている化粧柳ですね。非常に特徴的な形をしていて、もう折れたりもしてるんですけれどもね、素晴らしい、化粧柳ですね。ちょうど川の真ん中ですかね。ただ水流からちょっとこう河原沿いにあるんですけれども、その存在感は本当に中でもですね、際立っているという感じです。で今ちょうど風がねこうずっとこの谷間に沿ってね走ってきますので、そして地吹雪が起きてその化粧柳をね飲み込んでいくんですけれども、ちょっとその地吹雪に打たれている様子っていうのをですね撮っていきたいと思います。幸い雪が止んでくれたのでちょっと視界が良くなったっていう感じなので、化粧柳のちょっと背後ぐらいにその地吹雪が入ってくれると、すごくいいかなというふうに思うんですけれども、ちょっといろんなアングルで、撮っていきたいと思います。こっちに明神岳がね見えてますね。お昼ぐらいには戻っていこうと思います。12時ぐらいには、もうリターンの準備をして戻りたいと思います。本当に遠かったけど素晴らしい景色ですね。ということでこちらの化粧柳の写真はこんな感じです。梓川と呼ばれ川は彼らにとって生活の場です。
雨季に訪れる大雨は彼らの住処、時に命を奪うこともあるでしょう。そして厳冬期はこの凍えるような風や雪が容赦なく打ちつけます。多くの傷を負いながらも堂々と立つ一本の化粧柳。この環境に自らも身を置き対峙することで、私は純粋に生きる力を得ました。この強風に逆らって飛ぶ一羽の鳥を見つけました。その眼差しは強く、これもまた冬の厳しさに抗う者の姿でした。1時間ほど撮影をし戻る頃、天候は急速に悪化し、再び猛吹雪となりました。吹雪の中に消えていくその姿を見て涙が溢れましたが、それすら強風で吹き飛んでいきました。この日一番の目的を果たしたので、長い道をひたすら戻っていきました。はい、ということでですね、一気に上高地トンネルまで戻ってきました。本当に素晴らしい化粧柳で、ちょうど撮影している時だけね雪が止んでくれて、ただ地吹雪というかね風がすごかったので、それを含めた撮影がねできたんですけれども、一通り終わって戻ろうかなと思った時にまた猛吹雪になってきて、後ろを振り向いたらもう先ほど撮っていたところがこう閉ざされていくようなね、そんな感じで本当にいいタイミングで、来て撮れたなっていう感じなんですけれども、ああいった過酷な環境の中で生きるやっぱり化粧柳美しいし、やっぱ純粋にこう力強さっていうものをですね感じました。もう最後ねちょっとこうお別れをこうねする時にこう閉ざされていくものをね見てすごくねこう感動して涙が出てしまったんですけれども、本当に遠かったし大変だったけれども光景を見れてね良かったです。12月の31日2024年の締めくくりにねいい、時間が過ごせたかなと思います。じゃあ今日はですねもう天候も悪化してきたし疲労もあったのでね早めに戻ってこようと思ってね一気に戻ってきたんですけれども、これで、帰って年越しそばをですね食べたいと思います。妻と一緒に食べたいと思います。じゃあひたすらこのトンネルをですね歩いて帰っていきたいと思います。じゃあ皆さん2025年もですね、またいい1年になりますよね。お互い頑張ってまいりましょう。また今年もですねどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。また。